はい、身の方もちょっと焼いていただいて、こんにちは。芦屋にある京料理高木の高木和夫です。今日はよろしくお願いします。今日はですね、鴨南蛮ですね。これから年越しそばに向けて、まず鴨ですね。いろいろ鴨ありますけど、今日はフランスのマグレですね。ルージェのマグレを使います。ちょっとこれ大きいですけど使っちゃいましょう。はい。はい。じゃあこれですね。こう筋、後で薄く切るんで、気にならない方は別にいいですけど、もし気にならないと筋引いてもらってもいいです。油のちょっと多いとことかも取ってもらって、こちら後で炒めるときに使いましょうか。はい。それでですね、和食の場合縦に油を抜くために筋を入れます。これ難しいのは浅すぎてもダメですね。で、身を切ってしまっても良くないですね。どっちかと浅すぎる方がいいんで、とにかくね、浅いと油が抜けづらいです。鴨の油が大好きな人はもう浅く飾り包丁ぐらいしといてもらったらいいです。はい。縦っていうのはなんか理由、横とかじゃなくて理由があるんですか？最終的にこう切るんですよね。でこれ横に線入れちゃうとなんかもうちょっとわからなくなりますよね。フランス料理はなんかこうかの米に入れますよね。この筋から油が出ていくようなイメージなんでしょうね。あんまりきつい油は好まないです。はい、でこれを焼きます。これもしっかり油があるんで火つけてもらって放置ですね。最初はね強火でちょっと油出して、これでテフロンいいやつなんでくっつかないですけど、鉄のやつでくっつきやすいやつはちょっと熱してから入れた方がいいです。それで油が出だしたらちょっと弱めにしてじっくり焼くというイメージですね。じわじわ油を出す。でこの油をねネギ炒めるとき使うんですけど、あんまり多いとこれもちょっと油っこくなってしまうんで、鴨によってね鴨のこの皮の厚さがありますんで、あまりにも多いときはちょっと取りましょうか。カラッカラにしてしまうのはこのネギの油を使いたいんで、このねここでしっかり焼き目つけるとすごく美味しそうに見えます。身の方もちょっと焼いていただいて、でこれは氷水に取ったり、する方もいるんですけど、あんまりお水につけないのは嫌なんで、もうこれそのままこれ出来上がりです。これ余熱で火入っていくっていうことはなかなか考えにくいですね。この大きさだと。はい。気になるやったらちょっと冷凍庫とか冷蔵庫にこのまま入れてもらっていいです。切りやすさですね。ただそれだけです。ちょっとね今日は薄く切りたいんで、半合りぐらいまで持ってってもらってもいいですし、事前にこうやって準備しててもいいです。冷蔵庫に。その時はちょっとだけ油取っといていただいて、そういうことをやっていただきます。今日はもうこのまま次の料理かかって手順にかかっていきます。まず白ネギ、これは何センチぐらいやろう。ちょっとね存在感があった方がなんかいいと思います。鴨南蛮の時はこれも半分に切る感じですね。1人1本ぐらい食べれると思うんですけどね。ここも同じように切って、ここはたまにさっききれいに洗いましたけど、ちょうどこれがこれが柔らかい土の中にあって土の層のところになるんで、よく土が溜まってる時あるんでよく洗ってもらって、ここもなんですね。飾り用の青ネギ、こっちも青いの入ってるんですけど、ちょっとこれはくたくたに炊くんで、ネギをですね、ささにちょっとこれちょっと面倒くさいんですけど、一本一本そんなたくさんいらないんで、
人2、3本分あれば。一本一本やった方がきれいにできますね。でちょっとこれは水でさらしておいてください。鴨南蛮ですけど、もう一種類ちょっときのこが入ると美味しいんで、これ平竹ですね。もう石突き取って適当に入れてもらったらそれで結構です。ちょっと食感の方がいいんであんまり細かくしないで。合わせだしを作ります。2番だし。これ2人前ですけど 50cc のお玉を使います。でまず、だしが14杯。はい。1人分やったらこの半分25とか 30cc で作ったら少なくできますし、たくさん欲しかったらこの大きい容量でやれば大きくできます。堆肥になりますんでね。でみりんですね。みりん1、ちょっと甘い方が美味しいんで 1.5。 お蕎麦なんでちょっと濃い口も入れます。 0.5。 薄口が0.5 でこれで1になります。はい、これで合わせだしが完成です。鴨を焼いたフライパンですね。でこれネギね、温まってきたらネギ入れます。危ないです。水分が多いから跳ねますよ。鴨の油でネギ焼いた時点で美味しそうですもんね。もうこれもちょっと水分足しちゃいます。きのこも入れちゃいます。きのこ入れるとちょっとね油吸ってくれていい感じなんです。はい。でさっとこう炒まってちょっとこうネギの焦げる匂いが焦げるとかね、いいなんかこう焼きネギの匂いがしてきたら、ここにさっき合わせただしを入れちゃいます。簡単ですね。これでもう出来上がりです。沸いてきた火を落として、もうここはちょっとネギの色が落ちるぐらいくたくたに炊いた方が美味しいですね。なんかこう白ネギの生な感じは美味しくないんで。でこれでさっきの鴨、ちょっともう、冷凍庫入れたんですぐもう油が固まってますけれども、これを切ります。皮目下にした方が切りやすいと思います。でもうちょっと薄く切ってください。薄いって言ってもどれぐらいですか。1ミリもうちょっとあるかな。難しかったらもうちょっと太くてもいいですよ。太かったら火の加減がちょっと変わるだけで。でも必ずこう包丁はね切ろうとこういう気持ちじゃなくて、こう本当に軽くこう前後していくだけで切れていきますから、いい音しますよね、サクッと。はい。じゃあさっきのお出汁がですねこう煮えてますよね。ちょっと鴨をさっとしゃぶしゃぶにしたいんです。で鴨の身がパサパサにならないためにはできるだけこうあんまりこう高いところでやるとキュッとなってしまうんで、一旦ここで火消します。ここでこれもね手間なんですけどね、ちょっとこうもうこんなもんでいいです。一瞬しゃぶしゃぶ。厚切った場合はもうちょっとほっといてこのままずっと放置しててもいいです。どういうこれね後で盛り付けの時になんか綺麗にできるように考えたんですけど、落ちたま気にしちゃんとバッとこう一緒に行く場合はもうちょっと太く切ってこのまま火止めてちょっとしばらく置いてからもうお出汁張ってくれてもいいですからね。
はい。ね、でこれ多分この今の余熱でもちょっとずつ火入ってます。そしたらまたこれをつけて、これネギがね柔らかくなったらもう出来上がりですね。くたくたしてください。でこれ蒸発が早いんで煮詰まってきた最後味見た時にちょっと濃いめがいいです。なんでかってお蕎麦はもうそのままお湯切ったらそのままいくんで、ここで味が薄まってしまいますから、ちょっとお出汁濃い方が美味しいです。濃くするためにちょっと甘めにしてます。はい、じゃあこれ沸かし始めていきましょうか。はい、今日も乾麺を使います。皆さんお好みで近くでなんか生そば分けてくれるとこあったらもちろんそういうのが美味しいと思います。おそばはこれできた瞬間に食べたいですよね。テーブルセットとかして最後湯がくと、その時だからこれ止めておいて最後また火上げてもいいわけですから、あと必ずさっき配合打ったんですけど味見てもらって、それでお好みの味にしてください。最後お酒入れると美味しいですね。ちょっとだけねお酒さすと味が膨らみます。でまたよく沸かしてくださいね。この油が入ってるんで、美味しいですし、すごい熱くなります。そばは生そばとか買ってこられた場合は必ずもう洗ってやっぱり周りのちょっとぬるみ取ってでもっぺん温めるという作業がいりますね。乾麺の場合はねいきなりいっても大丈夫ですけど、時間が経つとどうしても良くないんで、ちょっとこう何人前かがあって一気に無理な場合はやっぱり一度洗ってください。今日ちょっと1人前だけなんでこのまま。これも1人前以上ありますか。これ80g ぐらいですかね。はい。で盛り付けたらさっきの鴨ですね。鴨をこの色目とあれのネギですね。贅沢ですね。いっぱい入れてもらって、はい。ここまで準備しといてここに熱々のだしをかけます。せっかく色出したのにちょっとねここのネギも火通したかったんです。ちょっと入れてもらって、さらにこのくたくたに炊いたネギもいっぱい入れて、はい、これ出来上がりです。いただきます。美味しいですか。はい。なんか鴨の味もだしにすごい染みてて、なんかなんですか、コクのあるだしになってます。くたったのネギがまたいいですよね。そうですね。2種類ちょっとこう。鴨ね、マグロって割と歯ごたえのある鴨で、それが美味しいんですけども、それでこう低温調理なかなか難しいんで、お家ではこうやってもう薄切りにしてっていうのがいいかなと思いました。今年の年越しそばにぴったりですね。ぜひ熱いでしょ。結構熱いです、すごいもう保温性が高い、そうなんですよ。はい、そうなんです。いつまでもなんか熱く美味しく食べられる寒い日にぴったりですね。はい。鴨もああやってしゃぶしゃぶビビらんと、あれぐらいでやめてもらってちょうどいいと思います。はい。じゃあ今日はありがとうございました。ありがとうございました。